スニーカーのような車を作ってほしい、その一言だけを言ってただけであります。震災が起こったことを決して忘れない、ここに自動車産業をしっかり根付かせる、みんなが助け合っていくと確実に数字に現れるよと。岩手県にありますトヨタ自動車東日本の工場にやってきました。こちらではコンパクトカーの開発生産を行っているんですが、中に失礼しますね。レクサス LBX の生産も始めているんですね。今日はその決起集会としまして、この会場に豊田章男会長も入ってのイベントが行われます。レクサスブレイクスルークロスオーバー、コンパクトながら走りやデザインも上質というこだわりがたっぷりと詰まっています。 LBX についてはこちらの動画もぜひご覧ください。皆さんこんにちは。マスタードライバー森蔵こと、トヨタ自動車の会長の豊田章男です。そしてこちらは開発ドライバーをさせていただいている佐々木正弘です。よろしくお願いします。新たに LBX の生産が始まったトヨタ自動車東日本の工場で開発秘話などを語る貴重なトークショーが行われました。ここまで持ってくるまでいろんなことあったと思いますけれども、改めまして皆さんの頑張りに感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。で、終わり。じゃあ話になりませんので、せっかくですからね、ちょっと開発に関わった、佐々木さんと、私が挨拶という形ではなくて、こういうフリーな話の場の方がいろんな生のね、いろんな情報が皆さんと共有できるんじゃないのかなと思って、こういう場を設けさせていただきましたので、お付き合いいただきたいなというふうに思います。で、私社長を14年間やってましたけれども、社長になって言ってたことは一言だけなんです。もっといい車を作ろうよということだけを言ってました。で、よく私がもっといい車を作ろうよと言ってた時によく聞かれた話は、もっといい車って何なんですかっていう質問をたくさん受けました。それは皆さんが考えてくださいということをお答えしてたんですが、実は、この LBX もね、スニーカーのような車を作ってほしい。私はその一言だけを言ってただけであります。それでトヨタ自動車にはですね、実はもっといい車を作るためにざっと言って3グループエンジニアがいます、ね、1だから選ぶわけじゃないですけど、1グループというのがいて、そこはね、マスタードライバー森蔵と一緒に車を作りたいグループなんです。で、ですから一緒に壊して直して走らせてというのを絶えずサーキットなりテストコースなりいろんなところでやってる。で、第2軍がですね、森蔵さんとベタベタして車を作りたくないと、ね、だけどもっといい車を作りたいという気持ちは誰にも負けないんだというね、第2集団っていうのがいます。で、この LBX の遠藤チーフエンジニアはじめいう方々っていうのはまさしく僕はそこのグループに属した人だったんじゃないのかな。ですから、ご本人たちからね、どんな車がスニーカーなのとか直接聞かれたことはありません。私がそこでこんな風だからスニーカーなんだよということを森蔵として言ってたら、この車できなかったと思います、ね、チーフエンジニア匠、そして森蔵を今鍛えている師匠の佐々木ドライバー、この3人のねキーマンがスニーカーのような車ってなんだろう、森蔵さんが笑顔になる車ってなんだろう、レクサスの新しいジャンルってなんだろう、いろんなことを考えて作り上げたのが私この LBX だったと思います。ちょっと一言言ってください。森蔵さんからはやっぱりさっき言われた一言だったんですね。スニーカーのような車っていうイメージがあったんですけれども、まずスニーカーが出てきた時点でこのスニーカーだったんですね。僕はこれ
ただのスニーカーじゃないんですよ。このスニーカーってものすごい履きやすいんですね。で履きやすいし見た目もカジュアルでただこのカジュアルなんですよ。その中で例えばスーツスタイルにも合うようなスニーカー、僕はそういうふうに受け取って、普段履きができて、そしてそのカジュアルになりすぎない、いろんなところに行っても、楽に履けるというかね、かっこよく履ける、そしてこう履いた時にもこうしっくりくる、自分にもしっくり合うっていうような、そういう車のイメージをしました。で実はスニーカーっていうのはマルジェラっていうねブランドのシューズなんです。で以前私社長になってからも、作業着と、そのレーシングスーツでいればいいんだと、これが自分の制服だっていうことでそれしか着てなかったんですよ。そしたらあるスタイリストが寄ってきましてね、社長がそうだからトヨタ自動車ってかっこ悪いんですよと、ね、それでもうちょっと社長がそういうとこに気を使ってやらないといい商品なんかできませんよっていうことをね言われたことがあります。それで、あるところでこの靴買いなさいよって来たんですよね。普通の運動靴じゃないと思ってね、いいよって言ってところでいくらって聞いたらね8万円って言われたんですよ。8万はないでしょうと、運動靴でと。でも履きました。それでちょっと履き続けました。今もそれ履いてます、ね、ですからそんな相棒みたいなね、友達みたいな、何か落ち着くそんなシューズだったんですよね。ですからこれがモデルだからといって皆さん買おうと思ってなかなか高いですからね。お気をつけになって気楽にお店行くとちょっとと思いますから事前情報を教えておきますその中で、チーフエンジニアの遠藤さんとスニーカーって言われたんだけどどんなイメージかなっていうところを何回もこうすり合わせをして、最初の段階で出たデザインだったりは森蔵さんから NG がはいいやこれだったらいらないって言ったんですよそのスペックを変えるとかそういうことじゃなくて、はい、もうこれいらないありがとうっていう感じでしたね。次のデザイン見たんですよ。それは本当に素晴らしくかっこいいなと思いました。っていうのはやっぱりタイヤが大きくてフェンダーがこうボリューミーで、誰が見てもこう流線形というか膨らみとくびれとそういうところがしっかりあって、車としてすごく魅力的な車になってるなっていう僕は印象を受けて、後ろから見た時に鏡餅っていう言葉をよく使うんですね。鏡餅って何だろうって僕も思うんですけれども、上に小さい餅が乗ってて下に大きい餅が乗ってる、要は低重心に見えてしっかり車が地をこう捉えてるっていうイメージになるんじゃないかなと。でこういう車もこういうボリュームがあった方が僕は魅力的だなというふうに思ってて、それを森戸さんおっしゃってました。で出来上がったのがこの車で、昨日も森戸さんドライブの時に駐車場に止めた車を見て、やっぱりこれしっかりかっこいいなっていうところが後ろから見た姿もね、僕はそういう印象があったっていう、こういう車のストーリーというか最初の段階ではこういうことがありました。はい、昔のねトヨタの車ってどっちかっていうと樽みたいな感じでね、ウイスキーの樽みたいにこの真ん中ちょっと出てて足元がちょっと狭まってる、これが今だと鏡餅みたいな方で、私エンジニアじゃないんですよね。エンジニアじゃないけれどもマスタードライバーを背負うにあたってデザインとですね走りというものをマスタードライバーになるちょっと前のあたりで相当自分自身勉強しました。で今までトヨタの中でね印象に残った車、そこにはね共通の方式がある。それが実は全部鏡餅みたいな感じだったんですよね。で走りの方もねレクサスの走りって何とか、ね、それと彼はレーシングドライバーですよ。でレーシングドライバーにこうやって普通の公道を走る車をね開発メンバーに入れるってこと自体どうなのというところからのスタートだったと思います。やはり僕は
レーシングドライバーとして車を速くさせることっていうのはものすごい得意ですし、僕らってよく曲がる車を作りたいんですね。本当にこうすごいスピードで曲がれる車を作りたい。で作りたい中でそのよく曲がる車っていうのはもちろん皆さんご存知だと思うんですけれども、車ってフロントでソーダ、要するに曲がる方向を決めます。で後ろはしっかりトラクションの方向に行くんですけど、後ろタイヤはまっすぐ走ろうとしますよね、車って。でそれを曲げるためには後ろを少しこうスライドさせる、要するにこうドリフト状態に持っていくとよく車曲がるんですね。ただ森蔵さん乗るということで最初やったんですけど、やっぱりちょっと乗りにくいという話をされてしまい、僕もそこで勉強にすごくなりました。この乗りにくい、単純に後ろをこう滑らして曲がる車じゃなくて、後ろはしっかり設置させよう、そしてフロントをいかに曲げていくかっていうことを考えなきゃいけないなっていうふうにして、より曲がるんですけどより後ろもしっかりしてるっていう両立をした車を森蔵さんとやることによって、僕はセッティング、車の作り方の勉強も一緒にしました。ですからレーシングドライバーっていうのはそれぞれの人の技能に合わせてね、またその車の最大、可能性を一番引き出す、それのベストマッチングをね、マッチングアプリみたいなもんですね。やはりその森蔵の技能で楽しく操れる車っていうのはどういう車なのかというそのねことが随分その現場ではね議論されたんじゃないのかなというふうに思います。そこで答えを言わずに調理師だけ入れとく調理師だけ入れといて、こちらが好む味にしてくれたというのがこの LBX だったような気がいたします。昨日ね実はこの車に乗ってこのスニーカーで歩くかのごとくいろんな道をね、走りました、はい、その辺をちょっとご紹介させてもらいましょうかね。これはスニーカーっていうかスニーカーのイメージだったんですけど、カローラとか、ヤリスはスパイクだと思ってるんですよ、僕は。なるほど、でスニーカーって言われたからまあ僕はあれを運動靴だと思いますよっていう話をして、スパイクのヤリスとカローラあるじゃないですか。でああいうものに対して運動靴でどっちも使えると、運動する時も運動できるし、歩いても全然楽だし。僕はねスニーカーって言ったのはね、高級車イコールね革靴のあれになるじゃん。だけどそのスニーカーを履いても高級っていうのってあんまりなかったんだね。そうですね。このドライブの模様も後日トヨタイムズで公開いたしますので、ぜひお楽しみに。そして佐々木さんのふるさと岩手の道を走った理由の一つは、岩手の道をですねこの LBX でドライブをさせてもらいました。僕のやっぱりイメージヨーロッパのイメージと岩手県のその道路の事情というか非常によく似てるんですね。雪降るので道があんまり良くないじゃないですか。東京都内とか道がだいぶフラットなんですね。でやっぱり僕らのところって道がガタガタしてるので、そこ乗ってもらっていいねって僕が言われたのを覚えてます。なので本当にこう車がこういうところ、道が悪いところでもしっかり車が安定して、ボディ剛性とかですね、足回りの土ねかなり、気合い入れて作ってきたので、褒めていただきました。改めてね道が車を作ると思うんですね。道が車を作り、そしてその道が人を鍛える。佐々木さんがどんな道をね以前走ってきたのか、どんな道でこの運転技能を身につけたのか、彼自身のそのルーツを一回知っておくことによってね、さらにこの連携っていうのがね、もっといい車につながるんじゃないか。車って本当に多くの人が協力してやっとのこと1台ができていると思いますね。そこには工場もそうですが仕入れ先さん、そして作った後には販売店、本当に一人の力ではできないのがこの車という商品だと思います。そんな時にねその出発点になるところだけはしっかりと抑えていきたい、というのが一つマスタードライバーの仕事でもあると思いまして、そういう意味では今回本当に岩手の道を走らせてもらったこと、そして岩手出身じゃないですか。
ね、そしてこの車は岩手産、ね、ということで、はい、僕本当に今森蔵さんおっしゃってましたけど、僕岩手出身のレーシングドライバーです。でこの車も作ってる中で工場を森蔵さんが、僕が岩手出身でこの車も岩手出身させたらっていう一言を言っていただいて、僕本当に岩手愛が強いので、そういうところで本当に感謝しかないなというふうに思ってます。ありがとうございます。なので今日はアキオラブ A ハートで来ました。はいはい。違いますよ、これはねアミっていうブランドですからトヨタ自動車東日本で LBX を生産する背景には、一過性で終わらない復興支援を目指す秋夫さんの思いが込められています。トヨタ自動車東日本は東日本大震災の翌年に設立されました。工場での雇用が生まれ、部品を供給するサプライヤーの会社も増え、さらには自治体の税収もアップし、着実に復興支援の実を結んできました。日本をね元気にするためには改めまして自動車産業って必要だと思います。自分たちが頑張らないとやっぱり、みんなが幸せにならないぐらいのことは思ってですね、ぜひお力をお貸しいただきたいなというふうに思っています。この LBX の晴れの日に我々2人呼んでもらって本当に皆さんとね、こういう時間を共有できたこと本当に嬉しく思いますし、これからも、車に乗り続けてまいります。そして、そのマスタードライバーとしてね、本当に多くの人を笑顔にしていく、商品、というのをみんなと力を合わせて作っていくことを、お誓いして本当に改めましてありがとうございました。ありがとうございました。LBX のチーフエンジニア遠藤さんは、森蔵さんが乗って今回も自分の想像とちゃんと合ってたっていうようなことを言ってましたけれども、聞いていかがでした？いやめちゃくちゃ嬉しかったですねいやあんなに言っていただけたことなかったんで、今日は最高に嬉しい日でした。はい。作り上げていく中で佐々木さんから無茶ぶりではないですけれども言われたことで記憶に残ってることってありますか？佐々木さんからはそこまでの無茶ぶりはなかったんですけれども、会長からはこれだけ走れるようになったらもっと車と一体になりたい、ヒップポイントをもうちょっと下げれるのか言われたのは、時期も時期だったんでだいぶドキドキしましたけれども、本当にこの TMEJ の仲間に僕が正直に会長からこう言われたんだけどさって言ったら、よし遠藤さんやりましょうよって言ってもう2つ返事でみんな取り組んでくれたのが嬉しかったですね。トークの後に秋夫さんが向かったのは社員食堂。さすが野菜追加ですね。さすがです。ここで従業員と一緒にランチです。お米美味しいんですね、やっぱりね。水がきれいだから。水がきれいだからご飯美味しいんですよ。人間は岩手の育ちと心がきれい。確かに心は綺麗かもしれないです。確かに水も心も綺麗っていう意味も一緒ですね。こちらの従業員は秋夫さんから表情が硬いと言われて笑顔のアドバイス。なんとこの辺の筋肉ができてくるから笑顔筋肉。そうすると笑顔を作ってても痛くないの。やります。訓練の賜物だからばらつきのない笑顔。じゃあもう一度お願いします。3、2、1。はい。カメラ当てられた。そしてこちらマクドナルドでハッピーセットの GR カローラを当てた女性には
いてる。今日は本当にありがとうございました。こんなに光栄な機会に参加させていただいて、そして今日森蔵さんと、佐々木ドライバーの、生のトークショーを聞かせていただいて、また車作りをやっぱり楽しく、そしてチームの仲間を大事にして、やっぱりお客様が手に取った時に喜んでもらえるようにそういうふうに頑張ろうってまたそういうふうに取り組んでいこうと思いました。本当にありがとうございました。この震災が起こった時にトヨタはその時にやはり実業を持って貢献したいという決心のもと、ここに自動車産業をしっかり根付かせる。そしてもう一つはこの震災が起こったことを決して忘れない。こうしてねみんながありがとうと言い合えるような関係でみんなが助け合っていくと確実に数字に現れるよというようなことがこの岩手県でまたこの岩手工場に来て久々に実感させていただきました。ですから本当に改めて日本のものづくり岩手がね中心となって、また東北が中心となっていろんな方全員の元気になり日本の元気になること、ぜひこの東北からねご発信いただきたいなというふうに我々は思っています。東京にも新たな一歩を踏み出したお店があります。オープン前には行列もできていました。では皆さんオープンします。よろしくお願いします。レクサスのブランド体験型施設レクサスミーツがおよそ7ヶ月間の休みを経てリニューアルオープンしました。一番乗りのお客さんはなんかすごく光栄です。一番乗り何選ぼうかと悩んだんですけど、食事にせずにこの映えそうなドリンクにしたんですけども、素材の味を引き出したいい飲み物になってると思います。常連のお客さんも訪れました。結構広くなったのでやっぱ落ち着きがあって、私はこっちの雰囲気の方が好きだなって思いました。すごいシンプルでスタイリッシュでおしゃれだなって思いました。なんかインスタ映えとかするかなと思って動画とかも撮ったりしました。車が走り見つめてきた道をモチーフに豊田章男会長の思いが詰まったお店へと生まれ変わったそうです。早速営業前に取材しました。レクサスミーツというカフェラウンジがリニューアルオープンするということで今回ご紹介いたします。案内していただくのはお願いします。店長の川里さんです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、なんかすごく広くなったような印象を受けますね。はい。イメージとしてはあちらがラウンジのような雰囲気のイメージ。はいはい。で一方で反対側に関しては、一般的なと言いますかカフェのようなイメージの場所でございます。両方ともお食事のスペースではございます。新しくなったレクサスミーツの見どころを3つのポイントで紹介します。おー、変わりましたね。だいぶ少し落ち着いた雰囲気で、ね、すごく自然の中にこういるような安らぎを味わえるような感覚ですね、この空間は。しかもいろんなものが飾ってありますね。こちらが日本の道といったところを、レクサスミーツではコンセプトにしておりまして、こちら奥から北海道東北などと展示の場所によって地方がずらーっと並んでます。本も北海道っておっしゃったらやっぱりカムイとか、北海道のちなんだものが書籍置いてあります。が置いてあって、そこからどんどんこう全国に広がっていく。はい。で九州です。しかも最後にこうつなぐ日本のものづくり、開く日本のものづくりっていう、ね、
本もそうですし、その地域に分けてるっていうことは、こういった陶芸品もその地域のものを置くんですか？そうです、こちらに関しては福井の陶芸品でございまして、僕はこちら石川ですね。これが石川、へえ。このコンセプトはどうやって決まったんですか？日本全国の旅するっていうイメージ。この道というところは会長ご自身の思いから。会長の思いが込められてるんですか？道が人を鍛え、車を鍛えるっていう、やっぱり道が基本なんだよっていうところですね。地域をつなぎ、人と人との心を結ぶ存在としての道。アート作品も道をモチーフにしています。これらたくさんの展示物の中にレクサスミーツ2つ目の見どころがあります。店内にはトヨタや車にまつわるさまざまな仕掛けがあるんです。まずはこちら、錫で作られたアート作品。東北地方や関東地方など日本列島の各地域を重ね合わせて作られたものだそうです。ここが今の東海の海沿いを来ると、ここに愛知の、ここにあった、小学校の頃コウモリって習ったやつ愛知のね、そっくりですね。渥美半島と知多半島、実はハートマークが隠れていて、なんと豊田市の場所にはハートマークがあるんです。すいません。ありましたこれ、ありました。諦めた時にハートマーク、これSNS で皆さん投稿してください。さらに歩いていると、こう見てもあれだけで結構美術館みたいな。発見した。隠れあるんですね。見つけましたか？ございます。隠れ森蔵サイン。森蔵さんがじゃあここ来てサインしたってことですね。直筆のサインでございます。こちら静岡県の薩田峠というところで、森蔵さんご自身がよくこの道を通られてたといったエピソードがあり、今回はこの写真にサインをいただき、今展示をさせていただいてます。店内にはもう一枚森蔵こと豊田章男会長のサインが入った写真がありますよ。その他にも日本各地で生産されている車両パーツを使ったオブジェが置かれていたり、エンブレムを用いた模様が飾られていたり、トヨタならではの宝物が店内にはたくさんあるんです。そしてカフェといったら気になるのが食事のメニューですよね。うわー、すごいのが出てきましたよ。でっかいかき氷。かき氷が売りなんですか？売りでございます。こちらが愛知県蒲郡にある秋月堂さんというところを監修していただいたかき氷でございます。氷のそのカリカリっていうシグネチャーメニューとして和スイーツを提供。お店がある日比谷ならではのメニューも。来た。お持ちいたしました。失礼します。おしゃれ。団子。いろんなあんが乗ってますよ。5種類ございます。日比谷五街道団子としてご提供させていただいてます。五街道、日本列島にちなんで。あんの色と味わいで5つの街道の出会う土地を表現。お皿の上で旅をする気分が味わえます。この赤ワインのあんってどんな味なんでしょう？ワイン口の中に団子を入れた瞬間、もう噛む前から赤ワインの香りが口の中にぷわーって広がって、鼻にクーって抜けてくるような感じ
で噛むとさらに赤ワインの風味を楽しめるっていう。はい。へえ、面白い。スイーツだけではありませんよ。ランチメニューには銀だらの西京焼き定食など、そして夜の時間には和のエッセンスを加えたおつまみメニューも用意しています。食後に欠かせないコーヒーはいい感じですコーヒーは日本を代表するレーシングドライバー小林可夢偉さんがレクサスミーツのために作り上げたオリジナルブレンド。コーヒーやお団子はテイクアウトもできますよ。スタッフもリニューアルオープンに向けてサービス研修を重ねてきました。いよいよ、この日比谷ミーツオープンしますけれども、また新たな挑戦が始まっていきます。まだ何よりは聞いていただくお客様皆様が前川でお過ごしいただける空間というところをまずは作っていけたらと思っております。ゆったりとした空間で道や車が紡いできた人や地域との温かいつながりに思いを馳せて、カフェラウンジレクサスミーツで豊かな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。